れ、ちょっと待って。A 抜けたらどこと当たんの？これ B と当たんの？去年は A1 位対 B1 位。ああ。B は誰が抜けてくる？B の1位抜けと当たったとして、悪くないな。例えばさ、E が隣だとしたらさ、あれじゃんか。俺、エド、もうフードと当たるとか超ありそうじゃん。それじゃないから。A、B。いや、これはもしやいや、B は、NL はね、いや、全然強いんだけどね、今安定感はそんなないイメージなんだよね。豪気で安定感ってどうなんだってのあるんだけど、例えばボンちゃんとかって豪気なのに安定感がすげえあるみたいなね。で、カーノとかはすごいその、ね、ぶっ放しもうまく使って逆に安定するみたいなね。安定とか勝ってんだよな、単純に。本番力だよな。俺とトキンスはだから結構、お互いライバルキャラがいるって感じよね。俺ケンがいて、向こうもザンギがいるから。かけちゃんともね、対戦したいな。上の方に上がってかけちゃんと当たって負けたらもうしょうがねえなって感じだな。JP、なんやかんやちょっとさすがに不利でいいんじゃねえかなと思ってんだよな。いけんくはないんだけどな。さすがに遠距離が、砲台時間が長すぎてな。やっぱ JP。JP 対ザンギって、ああいうのザンギ使いやいけんくもないでしょって言うから言いたいんだけどな。ああいうの好きだしな。アイドム読めないね。こう言っちゃなんだけどやっぱね、投げキャラが安定感出すとむずいからな。お前が何言ってんだって話だけど。そう、アイドムがじゃあこれ安定して勝ち上がるかって言ったら全くそんなことないからね。まあでも戦いの流れでこう、駒投げるのがやっぱ上手いプレイヤーだから。ララがぶっちぎりでそれ上手かったからな。大会で当たったけどね、アメリカ。グランドファイナルで当たったんだけど。アイドムをね、やっぱ結構実感してるからな。めちゃくちゃいいプレイヤーだからね、アイドムは。しかもそんなやってないんですよ。言うたら。そんなやってないのめちゃくちゃ強いみたいな感じ。めっちゃセンスあるね。これはフード寒いね、これは。でもフード抜けれそうだけどな、言うて。フード今めちゃくちゃ強いからな。優勝候補だからね。ただちょっと苦渋はそんなに、やっぱ、ね、知らないエドと同キャラやらされるっていうのが、どれぐらいいいのか。メナとダルシム抜けなきゃいけないわけでしょ？フードとしては相当悪い方のハイパイだね、これは。100段階で決めたら、12点ぐらいだね、これ多分。悪さは。結構フード悪いと思う。俺の予想としてはね。もっといい盤面はもういくらでもあるって感じ。偏るんだけどな、こういうのって。いや、すごいバランスのいい、こう、組み合わせになる方が確率としては薄いですよ。だから、こうなるのが当たり前なんだよね。だから本当にバランスよくするんだったら、そういう座組を用意して、言うたら強いやつから埋めてくみたいなことをやんないと、そういう風な仕組みにしないと、やっぱなかなかならないよね。俺の中で優勝候補は、フードっすね。で、次がレシャーだね。で、次は時々かな。なんかそんぐらいなイメージ。で、かけちゃんか。この辺が強い。この盤面を受けて、でもこれフラッと見て板橋ザンゲフやっぱ相当いいな。やっぱ。ガイルラシードは当たんなかったら結構意外だけどな。これを受けてやっぱキャラ体は偏るよね。エドめっちゃやってたけど最近。別にエドはちょっと一旦置いて良さそうだよな。神使い3人だけど変化しそうなんだよな。フェノムがキャミーなのかどうかっていうのはな。なんか剣なイメージだけどな。フェノムこういう時あんま頑張んねえんだよな。別に。キャミーでなんとなくちょっと嵐気味戦ってザンギに文句言ってく感じ。そこをちゃんとマジレしないとダメだなと思うな。パンクはちゃんとザンギに対して今からなんか新キャラ用意するとか全然やりそう。なんか JP 出すとかね。そういうのやりそう。前は超やりそうだけどな、パンクは。ホットドッグも全然強いっすね。全然強い。いやー、今から本田多分相当きついね。
マリーザあるけどね。マリーザなんかあったら全然出せるけど。昨日もちょっとやってたし。いや、いい肉なくてほんとよかったね。いや、ほんとよかった。ほんとよかった。いい肉はもうね、ホンダあったかもな。いい肉って言ったら。おー、アキラじゃねえか。お誘いいたします。お誘いいたします。キャミ3人いる説。少なくとも1人当たるだろうな、キャミはな。俺たちのアキラが助けてくれるってよ。リジェクト部屋。そうだね。リジェクト部屋は俺もよく、もうホームゲーセンのように遊びに行ってるからね。一番熱いゲーセンですね、俺の中では。もう大勢。いや、でも、さすがに高まったな、抽選は。抽選めっちゃおもろいよ、ちょっと。何かの抽選ってやっぱおもろいな、これ。グループ A は朝が早い。いや、そんなことないと思うけどな。朝というか、なんか、確かに1巡目であんのか。ちょっとね、確かに生活リズムって朝方でもいい気がするんだよな。絶対ケンク。あんま聞いたことなかったら、いいっすね。絶対ケンク。40代イタ Z だけだね、多分。次がフードと、トキンスの39だと思う。43ってでもフラットに見たらすごいよね。だってもうねえ、こんな面白い博打ができてるってのはやっぱね、とんでもなくありがたいことですよ。15歳もいる。そうよね。15歳対43歳ちょっとやりたさあったけどな。いや俺10代、特に最近10代と練習してんだよね。10代と対戦するのがもう面白くてね。ちょっと海外勢っぽい動きもするのよ。ひなおにフルボッコにされてね、ひなおのルークに13歳。マジでフルボッコにされたんですよ。それで俺ちょっとね、なんだろう、目が覚めたんじゃないけどね。さすがに言うて勝てるっしょみたいなさ。ちょっと思ってた節があるんだけど、なんかもうね、ちょっと奥深く見れた気がすんだよな。固定観念を振り払うことができたかもしれないね。ひなおのおかげでね。だから、ちょっと将棋的な感じよね。俺将棋的なあの感じやっぱすげえいいと思う。昔からそう思ったし。不明、ちなみにさ、不明一人超おもろいんだけど。不明がいるんだ。やっぱ、切った張ったら俺、博打がやっぱ多分好きなんだろうなと思うな。1ヶ月後どうなってるか本当に分かんないじゃん。例えばさ、大体こんな感じになるかなみたいな、なんかちょっと答えというかね、なんか分かっちゃうみたいなのってやっぱ、興味がそがれちゃうみたいな。これがやっぱ面白いんじゃねえかなって俺は思っちゃうタッチなんだよね。さすがに優勝したらね、とんでもなく面白い気がするな。トップ8とかで前線して、いや頑張ったよねっつって。それもそれで全然立派だけど、優勝は別格だよね。多分。今回のカプコンカップ。前回もそうだけど、優勝の別格感と、やっぱ日本でそれをアピールできるってのはね、1億ってやればね、1億を取った人にはなりたいね。